これちょうど TM6 の初期の頃の原型を作ってたやつなんですけど、ここだんだん尖らしてるうちにこういう溝がこんだけ入っちゃったんですね。でこれと同じのが5台ぐらいあるのかな。でこういうふうに、要するに TM6 の場合はね、まず原型を紙に書いて考えるんじゃなくて、ワイヤーを曲げて手で考えるんですね。でそのプロトタイプを TMC のシステムの中に落とし込むわけですよね。これね、やっとこ日本のやっとこれが一番いいですね。いろいろスイスのだとかね、いろいろ使ったんですがね、日本のやっとこが一番いいんですね。でこれビューってこういうふうに。まああんまりあっちこっちごちゃごちゃいじくらない方がいいんですよね。なるべく短い。サーモックの場合はポイントを少しこっち側にドロップさせる。でこう見てみると、まああれですね、サーモックの場合はこのフックポイントの上がこうちょうどタイミング上のタグのどの位置に来ると厳密に決まってますんでね、そこら辺を合わせてこういろいろ曲げて、形を作っていって、こういうふうに今作ったのはこれですよね。これね、一本一本同じように作ろうと思って微妙に違うんですよね。その微妙な違いの中から何十本のうちから1本選ぶっていうのが、まあ衝動で何枚からやから選ぶっていうのはね、で大抵ね、一発目が良かったりするんだけどね、これなんかちょっと大人な形ですよね。なかなかね。70年代の終わり頃、88年、79年頃にその頃ティムコでパートリッジの代理店だったんですね。でパートリッジ社に、特注 OEM 服の特注服を作ろうっていうことになりまして、で島崎山見服ってアップアイとダウンアイがあって、今相当レアもんですけどもね、それをやるときにこれ TMC 服はその世の中でない時代なんですけども、私もまだその時には若気の至りでその図面に生意気なことを書いたんですね。そのパートリッジのその時の社長がね、アラン・ブラムレイっていう人で、この人がオックスフォードでの、ね、元弁護士なんですね。すごい人なんですよ。パートリッジの方でもってガツンとあんたの言うようなフックポイントはイギリスじゃこんなものは作れねえみたいなことを、その理由はなぜかとかフライフックの伝統っていうのはどういうことかとかっていうのをね、イギリスっていうところも徹底してもう資料と現物の俺をドカーンと送って起こしたんですね。それがねものすごい役に立ったのと勉強になったのだと、そういうその自分の服を作る姿勢ですよね。ちゃんとまともにやんないとダメな世界なんだなっていうことで、軽々しくあだやおろそかにね作るどっかの服を作ってこれで適当に作ってくれってもんじゃないんだっていうことで、それから2年ぐらいして81年だか2年ぐらいに TMC 服っていうのを一番初め初期 4パターンだけ作ってみようってことで、それは国産で作ろうってことでやってみたんですね。今の100、101、200、300とかね、意外にアメリカあたりで好評だったもんで、じゃあ本格的にシステムフックにしてやろうってことになったんですね。これなんかはこれ85年ですけども、いろんなこれ5000シリーズってやつのフックベンドの基準の形と、
この R いくつまで入ってるんですよね。でこれなんかはもうこれは TMC5000 っていうカタログにも載ってないし製造もしてない基準系なんですよね。メートル元気みたいに。でこれを基準にしてシャンクを 1X ショートにするとかロングにするとかゲイプをワイドにするとかナローにするとかっていうのまずこの基準を作るわけですね。ダグ・スイッシャーとかカール・ジャーズの、ノーハックルダンとかそういう作り出した人の流れがありますよね。セレクティブ・トラウトとかでフライフィッシング・ストラテジーっていうのが76年なんですけども、日本でずっと後にそういう翻訳なんか出たりティモコから出たんですけども、分かんないなりに見ててだんだんこの世の流れとするとそういうドライフライとかね、そういう水面で使うようなフライのボディがフラッシュしているようなソラックスだとか、ね、パラシュートとかね、ハックルだとかそういうのが今まで以上に主流になってくるに違いないっていうそういう妄想を持ったわけですね。それにはもっと滑らかなスケールにしようってことでギターのフレットのフレッチングがありますよね。あれをヒントにして TMC スケールって作りましてね。でこういう副サイズのサイジングの仕方のTMC のスケールがあるんですけども、こういうところに落とし込んでる。でこれが全部 TMC 独特のね、これ85年の時点でこういうものがあったんですね。ここら辺の、デーブ・フィットロックさんとかね、あれですね、ラリー・ダールバーグさん。でこれを89年に作った時にね、これはいろんなそうそうたる人がマイク・ローソンとかレーネ・ハロップとか載ってますよね。ここのところにねレフティクレーン、これケン島崎の写真を載せるっていう感じでちょっと勘弁してくれてね、その代わりにこれにしたんですね。自分の写真をこういう自分はそういうもうその頃から自分はそういうもう黒子とか裏方の立場なんでね、こういうところにで自分のタイミングとこういう服を作るのとは乖離してますから、ね、それと一緒にしちゃうと変なことになっちゃうんで、そこら辺はきちっとやってるんですけども。1984年85年86年の頃は日本人がね、日本でフライ服なんか作ったって最高で二流の下だとかって言われたんですよね。そういう断言されたんですよ。要するに自分がね、結局ね、なんでティムコでもって島崎にやらせるのかっていうね、これコンピューターで全部できるんなら何にも言ってこないですよ。ね、その方が全然コストもかかんないし安くて難しくないしね、でなんかちょっと言うとへそ曲げたりするよなんていうのをね、こういうのもねコンピューターの方がいいっていうので、そういうのでもたまたまここまで来て40何年ですね。
これは柚子のトゲなんですけども、柑橘類の殻立ちだとか柚子だとか、あと動物の爪のところとか牙とか、こういうとんがったもの、これはすごくね拡大してみるとすげえよくできてるんですよね。複合テーパーですね。でそれがね実にうまい具合に組み合わせてよくこれは進化の過程でこうなったんでしょうけども、これはもう大変非常に参考になることに随分前に気がついて、そういう針先のポイントのことについて興味を持ってね、今でもできるんだけどコスト的に大変なことなんで、それは近い将来にはどういうことで簡単にできる。それはもう今までのこのフックポイントと違うフライフィッシングだけじゃなくてね、でその頃にはねその素材的にも今よりももっと素晴らしい素材が出てくるかもしれないですね。そうするともっと軽くできるとか、あるいは重くできるとか、いろんな面で拡張方向が広がるかもしれないですね。そういうのをやるにしてもね、もともとのシステムとか原型とかを自分たちのオリジナルでやったものの方が、そういうのを取り入れた場合もやっぱり面白いものができるんじゃないかと思いますよね。